大きな機械を操作するこちらの女性は、ベトナム出身の外国人材のニーさんです。ニーさんは2022年にベトナムから来日し、群馬県内の企業で活躍しています。ニーさんが働くのは、群馬県富岡市にある株式会社栄光製作所。電子機器の製造業と介護事業を展開し、令和5年7月時点で従業員48名が勤務、そのうち9名はベトナム出身の外国人材です。全社一丸となった取り組みが国に評価され、全国の名だたる大企業に肩を並べる形で、平成27年度に省エネ大賞と新ダイバーシティ経営企業100選を受賞。そして令和5年度には群馬県多文化競争カンパニーに認証されました。群馬県多文化競争カンパニー認証制度は、多文化共生競争社会の実現に向け、令和3年度に創設した制度です。外国人材を雇用し、彼らを仲間として迎え入れ、共に活力を作り出している事業者を認証しています。令和4年度までに8事業者を認証し、令和5年度は新たに3事業者を認証しました。それでは先ほどのニーさん、一体何をしているところなのでしょうか。はい、今私は機械の部品セットをしています。ニーさんは在留資格技術人文知識国際業務、通称技人国で来日し、現在は生産開発部のリーダーとして主に機器のプログラミングやオペレート、ホームページ管理などの重要な役割を担っています。こちらは同じくベトナム出身の外国人材のチュオンさん。日本人社員とともに生産管理会議に参加しています。チュオンさんは技能実習生として製造工程に携わり、主に機械操作や手ハンド付けの業務を担当しています。ベトナムからここ群馬県にやってきたニーさんとチュオンさんに、日本での生活について聞いてみました。はい、休みの時は買い物とか、面白いで、ベトナムは私は知らないです。買い物行って日本語を勉強します。お二人が栄光製作所で働き始めたきっかけを教えてください。3年ぐらい前はインターンシップとしてやっていました。それで機械は見ます。それ面白いと思った。卒業した後はこっちの会社を働きたいと言いました。栄光の会社は私3年間実習生としてベトナムから栄光を戻りたいと思った。だから2年間ぐらい戻って今までやってます。ここまでお二人を引きつける栄光製作所の魅力は一体何でしょうか。会社のルールです。ルールは作ったら前のレビューがあります。それレビューはいいです。このところはいいと思います。前は日本行くことはあんまり考えませんでした。それで日本行くときは必要なものとかがまだわからないです。でも行くときは代表と皆さんが一緒に教えて、必要なものは私に準備してくれました。やり方かな、仕事のやり方。困る時もちゃんと教えましたから。私は虫歯あった時は会社からは歯医者さん連絡して予約してくれました。社員を大切にする環境が外国人材に受け入れられているようです。お二人の話を受け、外国人材の採用について栄光製作所の代表取締役勅使河原悟さんにお話を伺いました。今9名ほどです。擬人国1名と実習生7名、特定技能1名、国籍はベトナム人。言葉の壁はどうしてもやっぱりありまして、日本語っていうのが非常に難しいんだなっていうのを
彼らを通して改めてこう気づいた部分っていうのは結構ありまして、朝礼の時間使ったりやっぱり日本語教育というかって言っても、教科書に出てるっていうんじゃなく、例えば群馬弁現地の言葉単語だったり、コミュニケーションを取る意味でその教育の時間を設けてとにかく会話するというようなことをやってます。栄光製作所では日々の日本語教育や技術指導に加えて日本語を1日1単語覚えることを目標に会社全体で継続して日本語教育を行っているそうです。技術はやってみせるっていうことが一番大事と、あとはそのマニュアルにもできるだけこう写真とか絵を使って大事な部分のポイントは全部じゃなくてもベトナム語にいう受け入れ側の努力をしてコミュニケーションをとって理解していただく、非常に地域として受け入れてもらうというのがすごく大事なような気がして、近隣の人たちにご挨拶に連れて行ったりとか、要は彼らが住みやすい環境を作るっていうところからがスタートだったような気がするので、当社で言いますとベテランの中に若手が入ってきてくれることによって会社全体の仕事に対するモチベーションも上がってくる。電源管理会議とかその日程会議なんかありますけども、そこに彼らも入ってもらって仕事の流れを彼らの耳で目で感じてもらうこともできるので、人種関係なく本当に一つの製品を作るためのチームっていうことで動いてもらえてる。それでは勅使河原さんが外国人材と共に働く際に大切にしていることは何なのでしょうか。採用時の面接では現地に行って彼らの本国での様子を実際生でこう見て味わって、あとはその面接終わると家族といる時の様子も確認をさせてもらうというか、3年間お預かりするっていうことで責任を感じるので、そのお会いして、面談する。うちだけに通用するっていう技術じゃなくて、本国に帰った場合、それとこのまま日本で就職をした場合にでも十分通用できるような技術を身につけていただく。最終的には本人たちまたは自分たち共に成長できるような可能性しかないと思うんですけども、その可能性にこうかけてるっていう。外国人材との競争を続ける勅使河原さんから県内事業者の皆さん、そして群馬県に興味を持つ外国人材の方にメッセージをいただきました。群馬県は、東京には近いし、災害等も非常に少ない地域じゃないかなというふうに思うので、長年にわたって住んでも家族も心配ないんではないかなっていう土地だと思います。ベトナムの方にしてみたら、合ってるし、他の海外の方にしてみても、すごく住みやすいところじゃないかなと思います。現在も彼女らに出会っていてよかったなっていうふうに思います。一緒に仕事をして、でこれから世界で、彼らとのコミュニティを作ってビジネスでつながっていけるような可能性っていうのが彼らを受け入れたことによってますます広がっていってるっていうふうに思ってるので、中小企業ももっといろんなチャンスがあるので、チャンスを見込んで、外国人材に来ていただいて、もっとこう会社それと県がこう盛り上がっていけたらっていうふうに思います。最後にニーさんとチュオンさんから群馬県に興味がある外国人材の方にメッセージをいただきました。例えば日本行くときは準備することはお金とか服とか、一番ことは日本語と思います。群馬県はちょっと住みやすいところです。市中は綺麗とか、買い物は安いとか、日本の考え方はいいと思います。栄光製作所では外国人材が安心して生活できる、そして活躍できる環境を会社全体で支援していました。栄光製作所をはじめ多文化共創カンパニー認証事業者の取り組みを皆さんもぜひ参考にしてください。